Meshtabi, Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Honkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Otaru Kaiwai 11 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Illinois 2. Isso. かっちょいいですね。かつて大正時代末期には北海道一の経済繁栄を誇っていた北のウォール街とも言われた小樽。なんともそんな小樽を象徴するかのようなレストランですね。かつて海猫屋だったといえば昭和世代はあそこかとなるはず。小樽運河からベリーニアの磯さん。 Very near. こちらの建物は小樽市指定歴史的建造物の一つで、明治39年新潟県出身の磯野進氏によって建てられ、味噌などを保管する磯野商店の倉庫として使われていたそうで、店名の磯はその磯野商店から取られたとのことですよ。いっそのこと磯はイタリア語にするとマリーナだから小樽にもってこいの名前なのにね。なのにマリーナとせずに磯にしたところが磯。今回はパスタランチをいただきました。ランチはスープ、サラダ、バケットドリンク付きで1800円。北海道の食材にこだわっているのがわかるラインナップ。ホタテ、甘エビ新鮮で甘い。生パスタなのも嬉しい、美味しい。最近私のボディは頼もしい。うまい、やばい。もっちもちでラーメン麺でもいいんじゃないってくらい。小麦の香りもしっかりでうまベラス。 We're marvelous. バター醤油ベースの味付けがちょうどいい。しょっぴくねーす。他のパスタ、クリーム系やらいろいろ食べたくなりました。それ以上頼もしくならないでね。 2. Illinois 1. Tenpula Soyogi. 寿司屋通り界隈の手頃に天ぷらを味わえるお店。小さなお店だからこそ目の前で揚げたての美味しい天ぷらがいただけます。せっかくなので天ぷら定食にしましたが、隣の兄さんが食べてた天丼がむちゃくちゃうまそうでした。そっか、カウンターで揚げたて次々お皿に乗っけてくれる方式のお店ね。天丼だったら盛り込んで出てくるからカウンター醍醐味ないもんね。でもさ、素晴らしい天ぷらでしたよ。観光地の路面で良心的ご商売、ありがたいやでござんす。安いよね。これは外国の方も喜ぶんじゃないでしょうかね。近所なら常連決定的なお店でした。次回は天丼をぜひいただきたいと思います。 3. Midori 3. Ghost Baker. 地獄坂のてっぺんもてっぺん、とてつもないチャレンジングな場所に可愛いベーカーができました。非凡ナチュラル、どこにもない味のバランス。ここでしか味わえないお菓子たちですね。大人っぽい味だよね。これ私とハマり系ですわ。焦がしバターフィナンシェも言う。フィナンシェも美味しいし、ケークブルトンがつぼった私、また連れてってもらわなきゃ暴れる系お店でございます。地獄坂4区じゃないかな。冬は登れないかもな。早く行こう。 4. Inaho 2. Dondo. 駅前に鎮座する長崎屋デパートの地下にございます懐かしいお店。札幌の長崎屋地下にもあったあれですか。同じ系列と思いきやそっくりさんのようですね。だってちゃんと味付きで出てきたっしょ。そうだね。掟破りの味なし焼きそばではありませんからね。味なし焼きそばに興味のある方は私たちのガチまた食べたい札幌ソウルを見て。はい、これです。これ今日のカツカレー、青春ぶりのチキンカツカレーをいただこうと思ったんですが、なんとチキンカツカレーがなくなってしまってまたっとっとすまたっとっとすRedo. なんとチキンカツカレーがなくなってしまっていました。もとい。 Today's katsu 今日のカツカレーカツ抜きよ。美味しいですね。このカレーシャバ加減最高じゃないですか。懐かしい美味しいカレーだね。涙が出てきそうなやつ。シャバ加減が最高すぎるさます。西郷さんですか。どす。 Redo. シャバ加減が最高すぎるさます。これ小樽来るたび食べちゃうね。食べちゃう絶対食べちゃう。ちなみに長崎屋の創業地は長崎なのかと思いきや茅ヶ崎だそう。 5. Illinois 3.
Shirokuma Shock Door. やっとこさ来れました白熊だしょか。やっとこさ来れました白熊食堂さん。カニ味噌クリームスパゲッティがやっといただけます。なんでグリーンが白熊担当？あんたには天ぷらって任務があるじゃない？実はカニ味噌クリームスパゲッティ絶対食べたかったおじさんなんですが、諸事情によりグリーンに優先選択権がありましてね。だって絶対的にパスタは女子が食べるべきっしょ。結構パスタとしては高額メニューだしね。カニ味噌クリームだから。ほれ、あんたはカツカレーとラーメン、揚げ物全般っていう任務があるからね。くそー、時短だ。入ろうとしたら先客のおじさまが美味しいよって一言だけ言ってさっそうと帰っていかれたので、なんかワクワクが止まりませんでした。念願のカニ味噌クリームパスタを注文。ズワイガニのむき身もたっぷり、濃厚クリームソースと合わないわけがない。なるなあ白熊。美味しかった。これは小樽に来たら絶対食べるべき一品ね。当てつけ感が半端ねえっす。 6. Inaho 2. Otaru Saint-Germain. サンジェルマンは札幌にも店舗があるのは知っていたけれども、実際に食べるのは今回が初めてだった。そうさ、小樽駅の立ち食い寿司食べようかなと思ってたまたま通りかかって覗いてみたら、そそられるパンたちがめちゃめちゃおじさんを誘惑するんだよ。結局小樽駅の立ち食い寿司は長蛇の行列だったのでだね。そのおかげでむしろこのパンと出会えてよかったね。あ、ごぼうのやつね。これ最高。ごぼう好きの私たちには最高のパンね。これはすごい。他のやつも結構魅力的。そうばい。そうばい。そうですばい。そうばい。Continue. 惣菜パンも美味しそうだった。安いしね。ほんと安いの好きね。きなこ揚げパン100円品切れ残念。7. Sakura 5. Torali Ann. 小樽ソウルフードのあんかけ焼きそば。今まではシーズン1でご紹介した敬遠一択だったけど、新規開発してみました。こちらも美味しい。こちらは安倍製麺っていう麺屋さんの直営店なんですって。通りで麺が美味しいはずでさ、あんかけもちょうどいい塩梅でね。麺が美味しかったっすね。あんかけラーメンにうずらの卵が入ってないのはちょいと残念ですが、これ塩ラーメンとしてうまいっす。麺に味がしっかりついてるし、スープが下手なラーメン屋よりも美味しい。あまり札幌で見かけないタイプの麺だよね。ああ、でも多分よろず美味しい店だね。よろず美味しいって何？ Yorozu OEC. あれ、よろずって使わない？何でも屋さんのことよろず屋さんって言うでしょ。何でも美味しいってことさ。そのよろず、あんた江戸時代の生まれ？ザンギも超美味しそうだった。お店の方も信頼できるタイプ。結構ディープな場所にあるから閉店時間間際でさ、辺り真っ暗でビビりながら行ったけど、営業時間ちゃんと守るあるよね。ね、ローカルあるある。臨時営業時間短縮、臨時休業、あれ困るよね。そうさ、我々はラストオーダー時間前に着くように、時には200キロ以上離れたとこから走ってくるからね。曖昧に営業するなら最初からそう言ってほしいわよね。平日は時々休みますとか、営業時間だいたい夜は5時から7時くらいまでとかさ。電話でデフェンスするのも大変なんだよね。デフェンスも無意味な時あるけどね。あ、もしもし、すいません。今日夜の営業何時までですか？はい、7時までです。わかりました。ありがとうございます。それで実際6時に行ったら、あれ？シャッター閉まってるって何回くらったかね。北海道ローカルあるあるですんで気をつけなはりや。8. Yoichi. Mercy Scon. すんごいのどかな田舎の住宅街といった場所に突然現れる大渋滞。渋滞？夜市でってね。まさかのメルシー渋滞でございます。すごいですね。実は飯旅ーズメルシーさんは5度目ましてぐらいのチャレンジ。はい。春先に夜市界隈の時にリストに入れてたんだけれども、まさかこんなに人気店とは知れず、売り切れごめんを2度ほど食らってね。その後しばらくぶりに買いに行ったらまさかの改装長期休業チーンで、そして前日も臨時休業チーンってやっと
とこのメルシー空いてて、メルシーありがとう。Merci. 開店時間ぐらいに到着で10番目待ちくらいかな。待ち客 100% 女子におっさん一人ハーレム状態でございます。30分ほどでやっとこそ店内へ。10種類ほどのスコーンが山積みになってます。一人で切り盛りされてる女性ご主人がテキパキを対応してくれましたね。テキパキコン。11時オープンですが、昼過ぎには売り切れになってしまうという大人気スコーンなんですよね。サイズが大きいのにリーズナブルだね。Reasonable. サイズが大きいのにリーズナブルだよね。美味しい楽しいスコーン。女子にバカウケなのがわかりますね。おじさんは唾液がすんごい出るタイプだから大丈夫だけど、これ普通の人大変じゃない？唾液持ってかれるっしょ、スコーンってさ。確かに大量の牛乳が必要かも。そんな唾液出るっけ？一回歯医者でバキュームって助手がやってくれるでしょ、あれ歯医者さんがダメだ、一人じゃもう一人バキューム来てってなったことあるよ。嘘でしょ、マジでめんどくさ。そういう業界にいたけどマジめんどくさい。そうやっていろいろ出ちゃうんで。Onsen information. ニューヨーク Temiya 1. You know Hana Temiya Den. 定山渓ではお世話になりました湯の花さん系列の手宮で、小樽の湯どころといえばこちらですね。朝9時から営業っていうのは早めでいいんですがね、料金が880円と札幌界隈よりかなり高めですが、くつろぎ度合いから言ったらまあ満足でしょうか。おばあさんが転んじゃって救助に当たったグリーンはあまりくつろげなかったそうですが、そうそう、すっぽんぽんでおばあちゃん担いで運び出してお手伝いしました。女湯がそんな騒ぎになってるとは知らず、おじさんはしっかり5セット整い完了でございます。最近サウナハットかぶってる人増えましたよね。我々も先日ダイソーで330円のやつをゲットしてかぶってみてるんですが、あれ汗をかくためのものかと思いきやかぶってみて分かったけどめっちゃ楽だよね。ロウリュの高熱やストーブの放射熱から頭部を守ってくれるんだよね。おかげで楽にラウンドこなせるようになったよね。ね、頭皮は大事ですからね。そうなのさ。いいわこれ。10. Hoshino Cho 12. Kabasa. 前回季節ものの桃どら焼きをいただきまして、季節ものの桃のフルーツどら焼きの美味しさにおののき桃のき小バサさん。今回季節もののフルーツどら焼きはシャインマスカットどら焼きということで、はい、もちろんいただきます。はい、美味しいマスカット。そりゃ安くはないですよ。だってシャインマスカットだもの。でも高いには高いなりの理由があるの。美味しい。レモンクリームが助かる絶妙なバランス。甘いクリームにレモンを加え爽やかな甘さがあるルーベデンス。Rubidin. さすがですね。うまい。ねねえ、ルベデンスってどういう意味？なんかさ、マンションとかビルとかの名前でよく聞くけど、どういう意味なのかわかんないけど、なんか美味しそうとかすごそうなイメージで使ってみたんだけど。イメージってあ、次回フルーツなんか聞くの忘れた。梨バージョン美味しそうだし、イチジクってのはいかがでしょうかね。いいね、それルーベデンス。それ調べたら出会い系サイトしか出てこなかったよ。謎です、謎。謎のルーベデンス。すすきののお化けビルにもルーベデンス札幌ってあったな。誰か教えてください、ルーベデンス。じゃあ使うな。11. Ilanai 1. Shizen Ha Ramen Maholo. 自然派ラーメンどころまほろさん。パイセンの書き込みがやたらと会員書いてあるから、あ、横浜語では関幕ね。めっちゃ気になるじゃないですか。はい。小樽でラーメンといえばみかんでしょうとサウナでおばさんに勧められたけど、いいえ、私は断然まほろです。あ、久々にうまいラーメンに出会えましたね。ねえ、外国人観光客からジモティーダンサー系男子まで幅広い客層。おじさんこってり醤油、グリーンはあっさり醤油をいただきました。うまい。パスタっぽい味わいの柔らかい麺がスペシャルだぜ。ヒボンラーメンね。
あっさりのゴールデンスープはグリーンのドストライク。こってりの煮干し豚骨はバップのドストライクど真ん中。こりゃうまいね。煮干しと豚骨のバランスが最高っす。あわや会員のりこよ。優しい味のラーメンでいいですね。どうしてこういう優しいラーメンってあんまりないのかしら。それだけ濃い味派が多数派ってことさ。なんだか自民党みたいね。Jakai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Hokkaido Butadong Senshukan des Otanoshamini. See you soon. 小樽観光が戻ってよかったですね。本当にすごい人でしたね。すごかった。もう人って感じ。こんなに人がいる小樽も初めて見た。牛お祭りの時並みだったね。観光バスがすごかったな。もう今回ちょっとね、寿司屋ね、小樽ってやっぱり寿司ってイメージじゃんか。寿司屋は結構探したんだけど、視聴者さんもね、まさかの寿司なしかよ多いって言ってるかもしれないけれども、はい。回転寿司何軒か回りゃ1軒ぐらいちょっとまともなところがあるかなと思ったんだけど、もうね、全滅だったのよね。はい。とてもじゃないけど、飯旅基準に乗っからないっていう。はい。ひどいよね。いやちょっとびっくりした。港町だぜ。ね。これ北海道に来てね、寿司食わされたんじゃね、かわいそうすぎますよ。そうね。北海道中で食べてるけどちょっと小樽が一番低レベル。そうだね。小樽で食べんならあれ余市まで、余市だったっけ。回転寿司ならね。回転寿司なら余市番屋まで、余市車の人は余市行った方がいいですね。そうですね。あそこは美味しい。あと握りの寿司屋さんってあんまりこう飯旅的には行かないんだけど、伊勢寿司さんっていう結構指折りのお店かな、の立ち食い寿司が小樽駅構内にあるんで、そこに行かれると一番今のところ間違いないかなと思います。ちょっとつまめるし、でも結構並んでましたね、やっぱりね。そうね、並びは覚悟で、でも回転早いし。あとレンガ横丁のボナセーラの隣の立ち食い寿司もなくなっちゃったと思ってたら移転してやってるみたいなのね。帰ってきてから気づいたんだけど。そうなんだ。でもよかった、知れて。あれがあるといいよね。なんかリーズナブルに食べれるお寿司屋さんご存知の方はぜひ教えてください。教えてください。いやいや小樽うまいよってあるよって言ってください。隣の客はよく寿司食う客だ。隣の客はよく寿司吸客だ。次回は豚丼選手権。イエイ。ほぼ帯広になっちゃうかもしれないけどね。そうですね。一応北海道豚丼選手権。